しっかり発射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は大型ディスクランチャーを作ってみようと思います。それなりに大きな円盤を高速で回しながら発射したいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは黒さんの非接触接合機を利用してセラミックスの小さな刃を間を空けて組み合わせた軽量な円盤を作りましょう。こんな感じで十字型に作って回転すると円盤のように見える構造にしました。こちらに火薬をつけて回転させながら発射すると、高速で回転する円盤が飛んでいい感じにダメージを与えました。円盤はこれで良さそうです。あとはこの円盤を連発するために古代の合金と火薬を組み合わせたものを用意して上下に2つ配置したら誘爆しない距離を探っていきます。5センチから徐々に広げて20センチほど開けると誘爆しないことが分かりました。なので20センチの間隔を空けて8つの円盤を並べます。これで8連発できるはずです。こちらの古代の合金部分をレーザーで熱することで順番に発射しようとしましたが、最初の古代の合金が壊れず、次の火薬に点火できません。そこで火薬の合金と支える棒の間にすぐ燃え尽きる松ぼっくりのかけらを挟むことで点火するたびに松ぼっくりが燃え尽きて古代の合金が外れ、次の火薬に引火できるようにしました。でもトリガーを掴んで発射していると一発発射するためにトリガーから手を離してしまう現象が起きます。そこで火薬がついているパーツとトリガーがあるパーツの間にペアリングを挟むことで熱パーツ扱いにして手から離さないようにしました。ついでにレーザー照準器も追加しています。これならトリガーを引いているだけで手を離さずに連発することができました。今度はこちらを手に持って発射すると発射できてはいますが、上から落ちた古代の合金が次の弾に熱を与えて引火して勝手に発射されることがあります。この現象を防ぐためにレーザーの位置を上から下に変更しました。そうすると引火することなくスムーズに発射することができます。今度はカメラに向かって発射すると、しっかり発射できています。弾速がかなり速いので円盤が見えづらいのが残念です。それでも攻撃範囲はかなり広いので近くの木を狙ってもなかなかの命中率で当たってくれますし、スパッと切って浮かせることもありました。他の遠距離武器ではあまり見ない動きなのでなかなか楽しいです。古代のロボットを狙っても広い攻撃範囲のおかげで動き回っている状態でもなんとか当てることができました。当たりどころが悪いと一撃で倒しきれないこともありますが、それなりに使える武器だと思います。さらに古代のコーンを狙ってもしっかり命中させることさえできれば破壊することができました。第2形態の自爆ドローンに手こずってしまって途中でセーブ&ロードはしていますが、なんとか最終形態も破壊できたのでよしとしましょう。それではいつものように巨大な木から狙っていきます。大型の円盤による広い攻撃範囲のおかげで一度に2本の木の葉っぱにダメージを与えることができました。でも距離で弾速が下がるのでそこまで高い威力は期待できないみたいです。ドローン工場の壁を狙っても円盤の動きで多重ダメージを与えて簡単に破壊することができています。8発撃つ頃にはかなりボコボコにできました。さらに風力発電機を狙うと簡単に命中して一撃で破壊することができました。横に長い攻撃範囲を持つのでこういう縦長のものを破壊するにはちょうどいい武器だと思います。当たった後に跳ね返ることがあるのも面白い特徴ですね。それでは次は
こちらのザコキャラの大群を狙って大型ディスクランチャーを撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、大きな円盤がバシバシザコキャラに当たってまとめて何体か倒すことができています。思ったより派手さはありませんが、使える武器ではあるので、よしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやって両手で持ちながら、右トリガーを引くことで、下からレーザーが照射されて、一発ずつ円盤を発射できます。上下の幅はかなりあるので、精密射撃は苦手ですが、だいたい狙った位置に飛ぶので、普通に扱える武器になったんじゃないでしょうか。それでは最後は、イエロースライムに効くように、それぞれの円盤に銀の刃を追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよー。発射ー。そして、やったー !3790 ダメージ。巨大スライムを倒しました。十分な威力を与えて結構簡単に破壊してくれています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて。火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた大型ディスクランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、